1492年にコロンブスが西インド諸島に到達した後、スペインからはコンキスタドーレスと呼ばれる征服者や探検家が大西洋を渡りました。1512年、ラスカサスは従軍司祭としてキューバ征服軍に参加しました。軍勢の中には後にコンキスタドールとして知られたエルナン・コルテスもいました。この軍事行動の中でインディアンに対する拷問と虐殺を目の当たりにしたラスカサスは激しい良心の呵責を感じました。1514年には従軍司祭の地位を捨て農業に専念しながら聖書について感想する生活に入ります。聖書のメッセージと現実に起こっているインディオの不当な扱いは明らかに相入れないものでした。エンコミエンダ制とは、スペインがアメリカ大陸フィリピンを植民地支配する上で採用した植民地住民支配制度。インディオの身分はスペイン国王の親民でしたが、強制労働を伴うため実質奴隷でした。ラスカサスはサンクティスピリトゥスでの聖母飛翔天祭のミサの中でエンコミエンダ制の矛盾を厳しく糾弾しました。ラスカサスはインディアスの破壊についての簡潔な報告を執筆。スペインの征服によって各地の先住民が受けた被害の実態を記録したのが本書です。ラスカサスはインディオの首都や反植民地運動の先駆者とも呼ばれるようになりました。こうしたこともあり、教皇パウロ3世は教皇直書サブリミス・デウスを1537年6月2日に公布しました。サブリミス・デウスの文言は後半に適用される宣告でした。アメリカ先住民だけでなく全ての民族に適用されています。パウロ3世は西と南のインディアンと呼ばれるアメリカ大陸の先住民とその他の全ての人々を奴隷にすることを禁じました。アメリカ先住民はたとえ異教徒であっても自由や私有財産の権利を持つ完全に理性的な人間であると述べました。サブリミス・デウスの文言はアメリカ先住民だけでなく全ての未知の民族に適用されるよう構成されています。1537年、サブリミス・デウスにおいて教皇パウロ3世は異教徒を奴隷とすることを無効だと宣言していましたが、1560年代以降、イエズス会の宣教師たちはポルトガル商人による奴隷貿易が日本におけるキリスト教宣教の妨げになり、宣教師への誤解を招くものと考えるようになっていました。ポルトガル国王に日本での奴隷貿易禁止の法令の発布をたびたび求めており、1571年には当時の王セバスティアン1世から日本人貧民の海外売買禁止の勅令を発布させることに成功しました。1587年6月18日、豊臣秀吉は九州平定の途上で自社破壊や奴隷貿易について宣教師捕虜に詰問しました。翌6月19日、キリスト教の布教を禁じるキリシタンバテレン追放令を発布しました。原文には奴隷貿易禁止の文面がありましたが、捕虜の弁明もあって本文では削除されました。バテレン追放令後の1591年、教皇グレゴリー14世がカトリック信者に対してフィリピンに在住する全奴隷を解放後、賠償金を払うよう命じ、違反者は破門すると宣言、在フィリピンの奴隷に影響を与えました。1596年7月、マニラを出港したスペインのサンフェリペ号がメキシコを目指して太平洋横断の途につきました。ところが嵐で1596年8月28日、船は土佐沖に漂着しました。積み荷は没収され、船員たちは拘留され、果ては処刑される可能性があることに船員一同は驚愕しました。先に秀吉はス
ペイン人の総督に日本では遭難者を救助すると通告していたからです。船長は怒ってこう言いました。スペイン国王は通商する国にパードレを送ってキリスト教を広めます。その国の人々が親切であれば友好は長く続くでしょう。もし虐待されれば国王は兵を送ってその国を滅ぼすでしょう。このことが秀吉の耳に入ると激怒した秀吉は外国人宣教師6名を含むキリシタンたちを逮捕しました。この事件は26世人の長崎での殉教へとつながりました。船長の大言相互とは対照的にスペイン国王フェリペ2世が次のように話していました。私にはより多くの王国や国家を手に入れようとする野心に駆られる理由はありません。私たちの主がその善意によって私が満足するほどこれら全てのものを与えてくださっています。秀吉はフィリピン総督が服従せねば征伐すると宣戦布告をしており、アジアにおけるスペインの脆弱な戦力を正確に把握していました。フランシスコ会の宣教師がアメリカ大陸に上陸したのはコルテスによる1522年のメキシコ制圧の翌年の1523年です。フランシスコ会の宣教師は先住民の権利を守ることでスペイン政府としばしば対立していました。ポルトガルはゴア、マラッカ、マカオ等の独立した小規模の貿易拠点、居留地を手に入れ要塞化しました。法制度が異なり財産権が十分に保障されない国との香辛料貿易を行うために不可欠な環境整備でした。最優先すべき目標は安全な貿易路の確保、ポルトガル人の資産保全であり、大規模な軍事紛争を伴う植民地化ではありません。アジアではむしろキリスト教の布教を重視しなかったオランダやイギリスが植民地を増やしています。1624年、オランダの東インド会社は台湾と南部を制圧しました。17世紀から18世紀にかけてオランダは海上帝国と呼ばれ植民地主義大国として飛躍しました。1858年にイギリスはインド帝国を成立させましたが事実上の植民地でした。16世紀後半から18世紀にかけて南米大陸において先住民の保護を目的にイエズス会のミッションが設立されました。イエズス会は奴隷解放闘争の先頭に立ったのです。この働きが原因となり1767年スペイン領からのイエズス会士の追放令が時のスペイン国王から公にされました。